今日ドライブしている 296GTS はアセットフィアロの仕様のクッションが装着されていて、走りにねとても振ったそんな1台になっています。今日の東京はね曇り空で湿度も 70% ほどあって、ちょっとね湿気が強い日なんですけど、気温はね摂氏20度ぐらいなんで、まあ暑くもなく寒くもなくオープンエアを楽しむには快適な温度だと思います。この車アセットフィアロン仕様なんで、走りにね特化されたそんな1台に仕立てられているんで、ストリートでは正直ねちょっと前回ドライブした 296GTB のアセットフィアロの仕様の車と比較したら、少しちょっとね足回りがやはり締め上げられているそんな状態なんですけど、今ね時速40キロで軽く流してるそんな状態で走っている分にはそれほど乗り心地が悪いというイメージはないですね。このスパイダーモデル、フェラーリはどのスパイダーモデルもそうですけど、エンジンサウンドがね心地よく耳に届いてくれて、羽馬をね楽しむ最大の魅力はやはりエンジンだと思いますので、このエキゾーストの音が心地よくね耳に届いてくる、これは本当に快感ですね。今マグネッティのウェットモードで走っているんで、一番乗り心地がいい仕様です。今ねちょっとギャップを超えたんですけど、不快な突き上げ感もなくて、確かにサスペンションストロークは短めだっていうのは分かるんですけど、それほどねひどい乗り心地ではないですね。もちろんね路面の凹凸をそれなりには拾うんですけれど、足が硬いというよりもむしろシャシー合成の高さを感じ取れるなっていう、そんなイメージですね。まあね時速30キロなんですけど、オートマティックモードのギアは4速を選択してますね。でエンジン回転数1500回転、まあ本当ねこのくらいのゆったりとした速度で流していても、ちょうどね頭のそうだなこの辺かな、この辺までほぼ空気の流れがコックピットに入ってくることはないですね。でギアのねこのウィンドウが開け閉めできるんで、エキゾーストノートを楽しみたいとか、もっとねオープンエアを楽しみたかったら、こうしてねウィンドウを下げてあげて、そして両側のウィンドウも下げてあげると、やっぱり心地いい風がコックピットに入ってくるようになりましたね。やはりね左右のウィンドウを下げてあげると、かなりコックピットにも風が入ってきます。今時速40キロなんで、このくらいのね車速で走っている分にはすごく心地いい気持ちいい風が感じられて、オープン感乗ってるなっていう、フェラーリのスパイダーモデルは本当に優雅ですよね。そしてこの 296GTB のスタイリングは 250LM を受け継いでいるんで、まあね運転席に座ってしまうとその美しいスタイリングが全く見えないんで、たまにねショーウィンドウやガラスがはめ込みをしてあるビルディングの横を通るときに、自分のね走っている姿を見れたりするんですけど、本当にねこの 296GTS エレガントなス
モードはねハイブリッドモードを選択して、そうすると常にハイブリッドバッテリーをチャージしながら走ってくれます。でバッテリーがね満タンになるとまた充電をストップするというね、そんなフルオート機構になっています。でやっぱりねパフォーマンスモードで走ると結構ねこのハイブリッドバッテリーの減りは早めで、フェラーリ推奨はやはりねハイブリッドのモードが10キロ台までバッテリーが減ってきたら充電した方が良さそうですね。やはり GTB と比べて屋根が開いている分、リアのエキゾーストノートはかなり大きめにコックピットに入ってきますね。でこの 296GTS にはホットチューブといってね、フェラーリが特許を取得しているコックピット内にエンジンの心地いいサウンドを聞こえるような、そういう特殊な装置が装着されているそうで、これだけねゆったり走っているとその効果は正直言ってよくわからないんですけれど、まあそれなりにアクセルをね上げて上げて走るとどうしてもね音は後ろに飛んでっちゃいますから、コックピットの中は風の巻き込みの音とかね、そういったサウンドの方が大きめになるはずなんですけど、そんな状況でホットチューブが威力を発揮するんだと思います。いや今目の前にね大型バスが走ってるんですけど、この車高の低さすごくベタベタなところ走ってます。ほぼねバスのリアタイヤのセンターあたりにちょうどね目線が来るぐらい、とっても低い位置で着座位置が設定されているのが分かりますね。やはりね路面から近ければ近いほど車の挙動をよりねドライバーは感じ取りやすいんで、シート位置はねすごく重要ですよね。このタルガトップのねオープン形式で屋根が開く以外は 296GTB クーペタイプとほぼインテリアのデザインも同じで、車の性能もねちょっと驚きなんですけど、このスパイダーモデルになって重量が70キロ増えているのにもかかわらず車の運動性能パフォーマンスはねフェラーリから公表されている数字は全くクーペボディと遜色ない運動性能を発揮しているそうで、これはねエンジンだけでは成し遂げられなかったことじゃないかななんて思いますね。やはり MGUK の恩恵が大きいんだと思います。ただね一つ残念なのはやはりプラス70キロといっても車検証上のね総重量が 1.8 トンに達しているんで、まあ正直ねこの手のスポーツカーとしては重量級の車重になってしまっていることですね。でもねそんなことも意に介さないくらいの高出力なエンジンとモーターの組み合わせのパワーを持っていますから、正直ね 830CV っていうのはとんでもないパワーですよね。で車のサイズが SF19 などと比べたら一回り小さいサイズになっていますので、前回ね 296GTB の時も感じたんですけど、こんなね街中を40キロぐらいで走っていてもホイールベースの短さ、この5センチの差ってかなり大きいんだなと思いますね。それはねちょっとした交差点を曲がるそんな状況でも感じ取ることもできますし、ギャップをね乗り越えた時にいなし方がねとても俊敏さというかねコンパクトさをそんなとこでも感じさせてくれるんですね。個人
人的にはね F430 の GT カーに乗ってレースをしていましたから、このホイールベースの短さにはとても惚れていて、ミッドシップっていうのもあるんですけど、やはりコーナーリングスピードの高さを維持したままね走れる、すごくそこが魅力的でしたよね。僕がねドライブしていた F430GT エボリューションなんですけど、この車はミケロットが製作して、そしてフェラーリが最終的にね仕上げたっていう、そういう純粋なファクトリーレーシングカーで、日本のスーパー GT に参戦したんですけど、車の仕様としてはヨーロッパのルマンシリーズやルマン24時間レースに参戦していた車と全く同じなんですね。ただね、日本のガソリンに合わせるためにエンジンを若干ディチューンされて、そんなねところまでフェラーリはサポートしてくれたんですよね。レースにね対する姿勢っていうのは本当にフェラーリは素晴らしくて、プライベートチームであってもファクトリーサポートがつくくらいすごく手厚い手助けをしてくれるんですね。でね、ミケロットにどうしてそんなに親切にしてくれるんですかって質問したんですけど、彼曰くもちろんね勝ちたいからだよって、なんかねそんなね言葉を返してもらってとても感動したのを覚えています。今ね完全にエンジンが停止して EV モードでの走行をしています。やはりね屋根が開いている分、外からの音がとてもコックピットに入ってきて、今季節は5月ですから、日本の街中はとても緑が綺麗で、やはりこのウェットモードっていうね一番コンフォートモードで走行している分にはとても静かで優雅な乗り心地を実現できていると思います。でこれからねちょっと首都高に乗って走ってみたいと思うんですけれど、さすがにね首都高はウェットモードではもったいないんで、スポーツモードにして走ってみようと思います。それでは首都高行ってみましょう。首都高に入ったんですけど、いやーエキゾーストの音すごいいい音してますね。ちょっと聞いてみてください。
ロントのモーターが結構仕事してくれて、コーナーでもね前からもググッとこう引っ張ってもらえる、そんなねフィーリングも味わえるんですけど、段差はそれなりに体にも振動が伝わってきますね。まあそれは致し方ないですよね。やはりスポーツモードだとね、しっかりと足が締め上げられてるっていう感じがしますね。まあ、やはりね首都高やストリートではこのスポーツモードがまあちょっと限界かなっていう感じですね。レースモードは試す気にもなりません。でもね、十分この心地いいサウンドとオープンエアを楽しめるっていうね、まあ素晴らしい一台ですね。